月見ちゃんさ、うん。私すごい不安なことがあんのよ。何が？今めちゃくちゃ不安でさ、うん。私たちさ、アイドルになるじゃん？まあ、決定じゃないけど、まあ、目指してはいるわよね。そしたらさ、なんか、番組とか出なきゃいけないじゃん。まあ、行く先々は出たいけどね。そういうとこに出た時とかにさ、うん共演者とかにさ、うん。なんか、絶対口説かれたりとかするじゃん。わかんないけど。すんのよ。アイドルってそういうもんなんよ。うん。うん。でも、それをなんかうまくかわさなきゃいけないと思うのよ。やっぱ。うん。できるかな？いや、何考えてんの本当に。不安でしょうがない。早いわよ、そんなの考えるの。アイドルになってからでいいでしょ、そんなの。いや、早いなんてことないのよ、準備に。え？じゃ、言えるの？何か災害が起きた時に、月見ちゃんは、ちょっと、早いわねって言えんの？災害の準備をしてる人に。災害とそれ違うじゃない。一緒よ。アイドルになってからでいいじゃない。アイドルになってからの災害でしょ、それは。まあ、アイドル、そんなこと言ったらきりないわ。何の準備もしないわよ、人間。なんでよ、アイドルになる準備をしたらいいんでしょ、私たちは。じゃあ、アイドルになって、じゃあ、できる？月見ちゃんはできる？わからない、できる子。来るわよ、ぐいぐい。結構。どうやって来るの？ OK でーす。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。結構いいね、月見ちゃんなんかお笑いもできるね。あ、団子さん、お疲れ様、ありがとうございました。よかったね。はい。あれ？はい。そうか。都内だっけ？住んでんの。そうです。そうか。もはい。うこれケツないもんね。まあ今日はこれで終わりですけど。そうか。じゃあ、送ってってあげようか。いや、車じゃないでしょ、だって。いや、マネージャーが送ってくれるんで、大丈夫です。でも、いや、そんなん、大丈夫です。だって俺んちは近いもん、多分。いや、知らないですよね。え？私の家。いや、なんとなく風の噂で。え？うん。風の噂で聞いた。流れてるんですか、私の家。いいよ。いや、大丈夫です。マネージャーが送ってってくれるんで。乗っちゃえね。大丈夫です。乗っちゃえね。ありがとうございます。ありがとうございますってことは乗るってこと？いや、そういうことじゃなくて。そのありがとう？そういうことじゃなくて、なんか、会社の決まりで、やっぱそういう男の、まあ、共演者の方と、まあ、二人で会っちゃいけないんですよ。そんなの、守ってるやついないよ。いるんですよ。そんなのいないよ。いるんですよ。大丈夫だよ。いや、マネージャーに怒られちゃうから。すっごい美味しい水炊きの店があるけど、行かない？すっごい美味しい水炊きの料理のお店がある。水炊き？うん。行こうよ。鶏の水炊きですか？いや、嫌いじゃないですけど。めちゃくちゃ美味しいの。ちょっとマネージャー、マネージャーいいって。なんか、この後打ち合わせあるみたいなんで、ごめんなさい、また、誘ってください。水炊き？また？え？また今度？水炊きは。いや、水炊きは、また今度で。すいません。わかった。じゃあ後で電話するね。電話知らないですよね。教えてよ、じゃあ。じゃあ教えてよ。マネージャー。ちょっと。なんか、私は電話持たされてないんですよ。マネージャー管理で、マネージャーのでいいですか？いや、俺がマネージャーと連絡取ったって意味ないじゃん。いいよ。じゃあ俺のさ、一個スマホ持ってるからこれ持ってて。大丈夫です。大丈夫です。それは大丈夫です。もうこれ俺のスマホだから持っといて。いるです。俺、これ預けて、スマホなしで生活するから。大丈夫。じゃあ、大丈夫です。大丈夫ってどういうこと？いいよってこと？いいよ、どうぞ。結構です。結構。そう。変わってるね。変わってるのかな？すみません、私じゃあもうお先失礼します。すみません、また機会があったらよろしくお願いします。失礼します。ブスが。いや、何よそれ。何よ。こうなるわよ。こうなるわよじゃなくて、ブスはって何よ。こうなるわよ。いや、そんな人いないわよ。共演者に嫌われるわよ。そんな人いないわよ。いるわよ。いいわよ、もう。共演者に嫌われるわよ。こういう人に限って噂回すからね。そうなの？
月見っていうのはすごい男遊びが激しいからいやいやいや、もう勝手に流すな流していいわよ。そういう感じになるから。いや、そのマネージャーが助けてくれるから、そんなこと考えなくていいのよ。なんでそんな、口説く方がうまいのよ。いや、そのちょっと怖くなっちゃったもん。なんか私ちょっと帰るわ。途中からイラついてきちゃって。怖いもん、団子ちゃ。あんなんになびかない。ブスが。だけよ。翌日。団子ちゃんってさ、うん。悪口言うよね。人の。まあ、ほとんど言わないけどね。悪口よね。いや、そんなことないわよ。そんなことないわよ。偏見で見るのやめてよ、人のこと。いや、別にでも、それ私は悪いと思ってないのよ。うん。悪口を言うことを私が悪いと思ってないのよ。うん。悪口を言うじゃない、みんな。まあ、言いたくはないけどね。まあ、言いたくはないけど、なんか言っちゃうじゃない。うん。でもなんか、ルールがあると思うのよ。悪口を言う。悪口のルールあるの？なんか自分ルールってない？限度ってこと？例えば、その人の前で言えないことは言わないとか、そういうルールある人いるでしょ？そのルールつまんないわね。だって、私もそれは、そうよね。だってその人の前で、言えるんだったらその人の前で言うもん。言えないからかけて言うんじゃん。であとまあ、仲間とか、好きな人の悪口は言わない。それもちょっと違うわね。やっぱ、仲間の悪口が一番面白いんじゃない？いや、悪口しか言ってないよね。やっぱ団子ちゃん。いなくなった隙に言うのよ。それが楽しいのよ。そうなの？だからなんかルールってあるのかなと思って、そういう。団子ちゃんはどういうルールでやってるの？私のってこと？悪口は。私はもうノールールでやってきたから、今まで。ノールールでやってきたから。ノールールなの？でも、でも私本当に悪口言ってるってつもり全くないわよ。全くない悪口。思った方がいいわよ。思ってない。いや、思った方がいいわよ。でも、じゃあ私から言わせてもらうと、私が悪口で言ってるって思ってるところはその人の長所よ。いいところよ。何いい風に言ってんのよ。そういうことじゃない。だって、なんでよ。世の中で一番ダメなのは、話題に上がらないことよ。確かに。そうよ。寂しいよね、それは。だから、いいことで話題に上がろうが悪いことで話題に上がろうが、話題に上がってる時点で、私は、称賛してるね。確かに。人気あるわよね。そういうことよ。だから私はもう別に、ガンガン、その悪口で悪いと思ったことはないわよ。ただ、その人の前では絶対言わないけど。言えないってこと？なんか、興味がない。その人の前で言うってこと。なんか、いないところで言ってるって背徳感も好きなの。生粋ね。何生粋ねって。生粋の悪口ね。そんなことないわよ。だって、面白くないじゃない。背徳感が一番いいのよ。ちょっと、コソコソしてる感じが。そう。中のルール。だからそのルールがなんか、あればいいのかなって、なんか悪口で言うのよくないからって言われたから。誰が言ってんのその悪口言うのよ。世の中的に言わない？悪口言うのよくない。そう、やつに限って言ってんのよ、ペラペラ。いや、絶対言ってると思うよ。言わない人なんか、なかなかいないよ。だから、私がさっき言ったのが、ほんともう真実、すべての人にそれ伝えて。悪口でも、話に上がってる人の方が絶対いいのよね。だからもう、どんどん言った方がいいわよ。悪口でも何でも、そんなもん。まあ全然いないところで、言っていいってことね。そう、あとはもうさ、こう、どんどん話持って、どんどん悪いことにしてって。それが伝説よ。でも、私の悪口は言ってほしくないな。なんで？なんか、怖いし。いいじゃん。約束してよ。何を？私の悪口は言わないって。いいわよ。できる？まあ、務める。わかった。だって、言わなきゃいいんでしょ？月見ちゃんの話しなきゃいいじゃんだって。絶対言わないでね。絶対言わない。じゃあ約束する。そんなに嫌だと思わなかったから。今までは言ってたかもしれない。ごめんね。でももう言わない。嫌だっていうことが分かったから。私そういうの絶対守るから。ほんと？約束するよ。じゃあ、今日は帰るね。約束だよ。
絶対言わないで。私そういうの絶対大丈夫なの。任して。じゃあね。じゃあね。バイバイ。ブスが。翌日。今日も一日長いな。もう終わってるのよ。一日が長いのよ。いつも。私にとって。長い？私一日がなんか長く感じるのよね、いつも。なんか。足りないって言うけど。長いの。うん。もう、半日ぐらいでいい。半日？寝るのも時間の無駄だし。いや、寝た方がいいわよ。死んでるのと一緒だからね、寝てるのなんか。なんでそんなこと言うの？そう思うわよ、普通に考えたら。月見ちゃんぐらいよ、そんなのほほんと生活してんの。そんなことないわよ。そんなことないのよ。LINE やってるっけ？LINE。教えないよ。いえ、そういうことじゃなくて。何？やってるよ。やってるっけ？うん。なんか LINE グループとか入ってる？グループあるよ。LINE グループってさ、まあ結構簡単に作るじゃない？どういうタイミングで消したり抜けたりしてる？そこに関しては私、自信持って言えるけど、抜けたことないよ。私もないのよ。抜けるときに、大会しましたっての出るわよね。出る。まああれをちょっと出したくないってのもあるんだけどね。大会っていう言い方が良くないわよね。そうよね。抜けました。なんかその忍者みたいな、なんかノリになってるよね。その抜け人許さないみたいな。なんか、大ごとにしてるわよね。大ごとにしてるのよ。さらっと抜けてていいのよ。LINE って一回、友達登録したら、消せないのよ、あれ。消したとしても、その、消えてないのよ。見えなくしてるだけで。そこも私すごく怖くて、友達登録イコールタトゥーみたいな感じじゃん。なんかそこもすごい嫌で、これ消えないんだろうな。不思議よね。ちょっと。消させないっていうね。なんかね。怪しいわよね。非常に。もう私ね、一番怖いのが、ちょっと、ほんとちょっとよ。2時間とか3時間目離した隙に、未読が200とかなってる時あるのよ。怖い。毎日のように200が来たら、普通じゃない？そうよ、そうよ、そうよ。わかる。全く動いてなかったそうなのよ。ものが、もう大噴火を急に起こしてるわけじゃない。すごい、だからちょっと生き物みたいな感じで、生き物飼ってるみたいな。で、逆に、私ちょっと暇だなーっていう時に、ね、7時間ぐらいね、見ないことあるんだけど、携帯をね。私。そんなことまあなかなかないんだけど、その時に、LINE の未読がゼロだった時、私終わったって思う時あるのよ。私という人間は、誰からも必要とされてない。そんなに思っちゃう？思うよ。だって、7時間誰からも連絡来てないのよ。いや、私にじゃなくてもいいのよ。私の持ってる LINE グループで誰かが何か喋っててもいいじゃない。それもない。終わったって思います。本当に。それはあるわ。だからまあ、ないのは悲しいんだけど、もう200とかになると、ちょっとも開けれないし、もう悲しい。入ってはいけないわよね。そうなの。あと既読のルールがあるのに、開けないで見ることできるじゃない。そうね。それだったら、既読つけますかつけませんかっていう機能をつけた方がいいと思うのよ。でも、めんどくさくなるわよね。それはそれでまた、1個増えるってことよね。まあ、そう、作業が。最初に設定すればいいと思うの。なるほどね。なのになんか、私だけが知ってるみたいなテクニックであるじゃないの、なんか。長押しして、中身ちょっとだけ見れますみたいな。ああいうのなんか嫌よね。なんか、あれそもそもいらないのよ、既読が。いらないのよ。既読見読みづらいし、漢字も。なんか。ちっちゃいしね。で、ふとした時に、
携帯の不具合かなんかわかんないけど、見たくないやつ開いちゃった時の重圧ね。返さなきゃいけないっていう重圧。そうね。とんでもないものに私たちは手を出したみたいよ。もう抜けられないわ。スタンプ合戦ね、あと。スタンプもね、うん。無料のスタンプあるじゃない？あればっかり打ってるとね、こいつ無料ばっかかいって思われるのも嫌でね、たまに有料を忘れなきゃいけないのよ。そうよ。辛い世の中だわ。で、なるべくみんなが持ってなさそうだね。そうなのよ。なんかね、同じやつばっかやってると、こいつこれしか持ってないんじゃないかって思われるじゃない？だから定期的に仕入れとかないと。もう、やりましょうよ。私たち LINE に苦しめられてるわ。そうね。だから、団子ちゃんとはもう LINE は交換しないでおこうって思ってる。私も、月見ちゃんと交換したら、なんか、いっぱい送っちゃいそうだし、なんか、変な絶対やめて。変なスタンプとか、絶対やめて。連打しちゃいそう。だからもう、交換するのはやめておこう。じゃあ交換はやめるけど、一方的に私が教えるっていうのはダメかな。大丈夫。聞きたくない。図工。次の日。団子ちゃんさ、口癖ってある？あると思うよ。人間だから。まあそうよね。でもさ、だいたい人に言われて、まあね。わかるものよね。自分ではなかなか気づかないかもしれない。自分で口癖ってわかんないわよね。でも、知ってるのはあるわよ。知ってる？聞いたってこと？自分でもちょっと多用しすぎてるなっていうので、今2軍に戻したいなっていうのはある。何？私ね、変な話みたいな。なんか頭につけちゃう癖がある。なるほど。なんか変な話ってよく言ってるような気がする。それ言った後、極論言うのよね、大抵。変な話って言った後、そのフラグなの？そう、その後、変な話って言って極論に飛ばすっていう話が、よくやってるような気がする。そういうのを自覚しちゃうと2軍に落としたくなるの。私。それでも言っちゃうのよ。それ言った時に、また変な話使っちゃったみたいな。変な話側からしたら、結局俺なしじゃ無理なんだろって思われてるなと思う、私は。それもしょうがないかなと思うけど。すごいよね。自分で分かってるの。分かんないのよね。やっぱり。あ、そう。何をよく言うかなって、自分で考えたことあるんだけど。全く分からないのよ。月見ちゃんはね、なんだろう。よく言う癖。まあでも比較的ないかもしれないわね。まあ分かる。ちょっとなんかこれ多くなってきたなって思ったら、すぐ控えちゃうのかもしれない。あんまり流行りがないパターンだ。流行りを作らせないっていうか、もう怖くなっちゃった。すごい人いるじゃない？もう止まらない人。わかるわ。脳死とかいっぱい言っちゃう人いる。脳死って、何も考えずに、もうこれやるべきだっていう時に、もうこれも脳死でやっていいから、みたいな。言う人いるわよね。わからない。脳を殺して、もう考えないでやっていい。もう脳死で。脳死っていっぱい使うなっていう人とか、いるわよ。いるわよね。脳死が今流行ってんだろうなと。なんか、そういうのって、流行ってても別にいいんだけど、全部意味が通ってればいいわよね。どういうこと？大体の、多答する人って、もう強引に使いすぎてて、そこ別にそれ使わなくていいんじゃないのみたいな、あるじゃない？例えばまあ、多いの、逆にとか。逆にね。もう逆になってないじゃないそれみたいな。逆には使ってるかもしれない。要は、要はね。要するに、みたいな。別に、要してないじゃないみたいな。そういうことね。でも逆にと要はよく言ってる人聞くわ。いるわよね。逆にね。逆に逆じゃないわよね。大抵の場合。そうよね。なんか、そう考えたら恥ずかしくて喋れなくなってきた。それね、やっぱちょっと恥ずかしくなるのよね。だから、考えて喋りたいわよね。そこは。何するもうまたそういうこと言って、
またなんだろう、月見ちゃんってそういうなんか、人に言うけど、結局じゃあ、自分はどうしてるかっていうのを言わないわよ。自分はどうしてる？一番気にしてても言っちゃうのよ、私は。それを、なんか防ぐ方法を教えないのよ。防ぐ。要するに。いや、だから言ったじゃない。何？言ったじゃん。ちょっとでも違和感を感じたら、すぐ自分の中でブロックしちゃう。でも言っちゃうのよ。それが口癖。それで止めれるのは口癖じゃないわよ。でもそれ何回か言ってたら、また言っちゃった。また言っちゃったってなるじゃない。結局、月見ちゃんが言ってんのはもう恋愛と一緒。やめれるのは恋愛じゃないよ。やめれないのが恋愛なのよ。やめれないのが口癖ってこと？そうそう、それよ。だから、月見ちゃんが言ってんのは口癖じゃないの、さっきから。やめてるの。だとしたら、うん、もう自然消滅じゃないけど、うん、自然にブームが終わるのを待つしかないってこと。だから逆に言ったら恋愛と一緒で、もう、燃え上がらした方がいいのかもしれない。先に。もう、いっぱい使って。でも飽きる。そうね。じゃあ無理な使い方しなきゃダメだ。そう。そればっかりやって飽きることしか無理なのかもしれない。今、私すごい自分で久しぶりになんか、20打席ぶりぐらいにヒット打った気分よ。全然打たないよね。久しぶりに、こんなにいい例えできた私、素晴らしいって思ったわ。もっと打ってよ。だからまとめてね。まとめてみんなに、次話すとき、私に今、口癖ってわかるみたいな話したけど、次のさ、友達に話すときは、今の例え自分のように使っていいよ。あげるわ。なんで上から言うのよ。だって私のだもん。月見ちゃんは、展開的にはちゃんと今の守ってよ。口癖ってわかる？わかんないわよね。わかったときどうするって言ったら、大抵の人が、なんかあんまり使いたくないよねって言ったときに、口癖って恋愛と一緒だから、ってやめれるのは口癖じゃないよって。わかった。妥当しない。この話しないわよ。誰にもしないわよ。秘密ってこと？いい風に言わないで。いい風に。もう言う気も失せたのよ、もう。そう。じゃあね。今日はいいこと言えたな。嬉しいな。1週間後。ねえねえ。ちょっと私に考えがあるんだけどさ。いや、考えて何よ。考えよ。何よ。考えは考えでしょ。何の考えよ。何も言わずに乗る覚悟がある。いや、言ってよ。それ一番ずるいわよ。あ、そう。その誘い方。いや、気持ち確かめたかったから。いや、何をするかによるじゃない。また。言わないと絶対ダメって言ってたわよ。内容から言わないと。また。そんなこと言って。何日空いてるって聞くタイプでしょ。あ、そうよ。何日に、どこどこ行くけど行くじゃなく、何日空いてるって聞くタイプで、あれダメらしいわよ。なんでよ。やっぱちゃんと言わないと。内容も。何で来るかじゃなくて、誰だから来るかでしょ？結局。そんなの、もう、はめてくる可能性だってあるわけじゃない。まあ、そらそうよ。そらそうよ。はめたいからそういう感じで聞くのよ。なんではめるのよ。ちゃんと内容も言ってよ。だいたい断られるからよ。そうです。内容言ったら。いや、内容言わなくても断られるでしょ。何日空いてるわ。いいのよ。そんなのは。何よ。内容は。ちょっと、私たちの腕試しいかない？腕試し？腕試し。何すんの？今度、縁日あるじゃない？あるわよ。楽しみにしてるわよ。あれで、のど自慢大会あんのよ。のど自慢大会？そう、私たちアイドル目指してるわけ。毎年やってるわよね。そう、あそこで、私たちの腕試しよ。私たちが出るの？もちろんそうよ。誰が出んの他に。ちょっと恥ずくない？恥ずくないわよ。そんな、ところで恥ずいなんて言ってたら、あんたどこでも歌えないわよ。いやでも親来る可能性あるし。親なんてアイドルになったら毎日来るわよ。本当に。今、内緒で行ってんのよ、オーディションとか。どの段階から内緒にしてんのよ、あんた。行ってんの親に。オーディション行ってくるって。いや、私は親がいないもん、今。よく、どっか行ってるから。怖っ怖っどっかに今の何？あんまりいないのよ、家に。あんまり家にいないから。あんまりいない。いるけどいない。いるけどいない。ごめんな。なんか聞いちゃいけないこと聞いちゃったのかと思って。大丈夫よ。チャンス。そんな隠しててやれるようなことじゃないから。そのうち、親だけじゃなくて、全国民が知ることになるのよ。あんたのこと。
いや、それなんか有名になって知るならいいけど、そののど自慢大会に出てるのをいいじゃ知られない。るの恥ずかしいな。それみんなの前で、なんか、文化祭とかでやるのと一緒よ、ノリは。そうなの？うん。そこで高得点出して、私たちできるってところを見せましょうよ。へー。まあやってみるか。ほら、どうせやるんだから。いや、どうせやるんだからね。しのこの言ってるけど。いやいや、しのこのは言わせてよ。だって、恥ずかしいは恥ずかしいのよ。恥ずかしくないわよ。そんなもん。本当に。何が恥ずかしいだよ。のど自慢大会ね。うん。見たことあるわよ。縁日の。あれやるから。わかったわ。いい？歌も大体決めてるから。なんで決めちゃうの？なんで相談するの逆に。いや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 。多分歌いたい、いいですよ。じゃあ歌いたい歌あれば、一応、検討はします。どういうことなのその。なんかでも二人で歌える歌よ。二人で考えたらいいじゃない。この曲どうこの曲どうみたいな。歌えるみたいな。なんで決めちゃうの？変な曲出しそうだから。いやいやいや、変な曲出してもそれはわかんないって言えばいいじゃない。なんでそこをなんか省いて、なんか。変ななんか、みんなの歌みたいなの出しそうだから。いや別にいいじゃない、それが。困るわよ。二人とも歌えるなら。みんなの歌みたいなの出る方が恥ずかしいわよ。いいわよ。じゃあそれ決めに行きましょうよ。そうしよう。ちょっとカラオケ？練習行きましょう。ちょっと不安だわ。でもカラオケよりも公園とかの方がいいかもしれないね。ちょっと迷惑になるじゃん。いっわかりました。ぱいいるし。カラオケ行きましょう。ちょっと行こう。